ご理解第3節。天地金の神と申すことは、天地の間に氏子おっておかげを知らず、神仏の宮寺氏子の家屋敷皆神の辞書、そのわけ知らず、方角日柄ばかり見て無礼いたし、前々の巡り合わせで難を受けおる。この度池上金光大臣を差し向け、願う氏子におかげを授け、理解申して聞かせ、末勢まで繁盛いたすこと、氏子ありての神、神ありての氏子、神しも立つようにいたす。末勢まで繁盛いたすこととありますおかげは、神と氏子の助かりにならねばなりません。天地との調和、そして交流、そこから初めて生み出されるおかげの世界が開かれます。すなわち、信心共栄の世界です。究極、神の願いとされるところはここにあるのです。神の願いが氏子の上になり、氏子の願いが心願成就に至るとき、神と交流の歓喜の世界は開かれます。神様の願いが氏子の上になりとあります。そして氏子の願いが心願成就に至るときと、氏子が神様の願いが成就することを願うようになる。そしてまた神様の氏子にかけられる願いが成就するようになる。私どもの氏子の願い、私どもの願いがただ単に私どもの我情我欲から来る願いが、叶うことを願うのではなく、神様の私どもにかけられる願いが成就することを願う。そういう願いに育っていくならば、神様の願いも私どもの上に成就してくるということになるのでしょうね。なかなか一足飛びにそこに行けるとは思いませんけれども、私どもの願いがやはり育っていかなければならないと思うのですね。神様の願いが、思いがやはり分かっていかなければなりません。師匠が教えてくださる見教え、これも頂き違いをしてはいけないということを、昨日は研修のテープを聞いておりましたら、そういうことをおっしゃっておられました。これは私も頂き違いをしていたなと思わせられます。それは黙って収めるということですね。師匠の見教えの第一番に行じやすいというのか、取り組みやすい見教えに黙って収めるというのがありますね。日常生活の中には、ああ言いたい、こう言いたいということが多々あります。それを黙って収める。山水編に無口と書いてある。ですから流れ来たるもの、それを無口で黙って収める。そうすれば収まることになるという有名な見教えですね。ところが昨日は師匠がその黙って収めるを頂き違いをしているところがあるようだというお話でした。そういえば確かに私も頂き違いをしているなと思いました。アメリカで一番困りますのは、その黙って収める、一切合切を黙って収めるということになると、アメリカはそれこそ訴える、
法律に訴えるとか、そういう訴訟の世界であったりするわけですから、黙って収めてはいけないとこなのですね。その黙って収めてはいけないとこに黙って収めるということを広めようとすると、どうもこれは難しいな、どう解くのだろうかと悩んでおりましたけれども、昨日はある意味目から鱗のようなことでしたが、それはある会社を経営されている方のお話でした。それで商品の配送にトラックを使いますね。ガソリンスタンドでガソリンを入れる。で、ツケで入れるわけです。で、毎月になると閉める。そして請求が来る。ところが、その先月の分が今までと違って請求が多いわけです。どうしてこんなに多いんだろうかと、急に多くなったわけです。それでガソリンスタンドの人に聞いてみたら、これはトラックだけじゃなくて自分の自動車にもガソリンを入れておられましたよと。自分の使用車ですね、これに会社のツケで入れておられましたよ。だからじゃないでしょうかねということだったらしいのですね。それでお届けがあったわけです。実は従業員の方が自分の使う車のガソリン代も会社のツケにして入れていると。そのことが分かった。これも黙って収めるのでしょうかと。その従業員がある意味横領とでも言うのでしょうか。自分の使うお金を会社のツケにして使っているわけですね。そのことも黙って収めるのでしょうかというわけです。さあ皆さんどうなさいますかね。一切合切を黙って収めるということからすると、その黙って収めることになるのでしょうかね。師匠はここではっきりと、それは違うと。黙って収めるの頂き違いをしてはならないよと。それこそ従業員の人が自分の使うガソリン代まで会社のツケにしている。それを黙って収める。それが師匠が説かれる黙って収めるということではないよと。もしその従業員の人に言いにくいならば、ガソリンスタンドの人に言って、その会社で使う車にだけはつけでいいと。けれども自分の使用で使う車のガソリンは会社のつけでは入れられませんと、ちゃんとお断りをするように申しなさいというようなことでした。言わねばならぬこと、言う方がより本当、より人が助かるということに関しては言わねばならない。何でもかんでも黙っておればよいというわけではないというわけですね。それこそ今から何か悪いことをしようとしている人がいる。その人をこれも黙っとこうと言ったのではおかしくなりますね。悪いことをしてはいけないよと止めるのがやっぱり本当ですね。そしてその相手の人のためにもなりますね。その従業員の不正を見逃して黙って収めるようなことでは、その従業員が罪に問われるようなことにもなってしまう。将来助かりがなくなるわけですね。やはりそれはきっぱりと言って止めるのが本当だと、より良い助かりにつながる
ということになりますね。ですからその黙って収めるということが人の過ちを助長するようなことであってはならないわけです。黙って収める方がより人が助かることにつながる。私の心がそれこそ我情我欲から一言言おうとしている。その時にはやはり黙って収めねばなりませんね。何でもかんでも黙って収めればよい、無口でおればよいということではないということなのですね。それこそ成り行きを何でもいただけばよいかというとそうではない。お金を貸してくれと言ってくる。そんなら貸そうというわけではなく、そのお金を貸すことがその相手の方が本当に助かることになるのか、それが見極められたら貸してあげたらよいと。お金を貸すでも師匠は貸すときにはそのお金が返ってくるとは思いなさんなと。もうあげるつもりで与えなさいとおっしゃっておられましたけれどもね。そういうふうに師匠の見教えでもしっかりとしたところをいただいていかないとついついいただき違いということがありますね。私も今までいただき違いをしていたように思います。神様のお心もいわばいただき違いのないようにしっかり神様のお心をいただいていかねばならないということではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。